こんにちは。絶賛風邪ひき中のメイです。今回は小さなお店を岬に作っていきます。前回動画でも紹介したこちらのお店のモダンバージョンですね。詳しい作り方は島クリエイトが終わった後に解説します。どんなお店が出来上がるのか気になる方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。喉が枯れて声が半分ほど失われカスカスですが、頑張って作っていきます。岬はここの階段を降りてすぐの場所です。こちら通称グーパンチ岬。オランジェ島のグーパンチは大きめでグローブをつけたくらいの大きさになっています。マップだとこの辺りをクリエイトしていきます。こうやって見てみると結構大きめですね。まずは適当に置いたところから片付けます。創造と破壊の始まりですね。横4マス縦3マスの崖を作ります。後で解説しますが、お金に余裕のある方はこの崖はなくても OK。 私は崖を作りたいので作ります。道路が伸びてきて手首くらいまで来ましたね。回収したフェンスを崖の北側へ設置。苔の生えたタイルを下地として貼り付けていきます。このマイデザインは投稿済みです。横長の展示台の白を後ろ向きに2つ並べます。次はシンプルなパネルを2つアクセントとして並べ、お店の入り口も作ります。その前に観葉植物で雰囲気作り。メニューを置いてお店っぽく。雰囲気にそぐわないものは片付けます。ちなみに何のお店かといったら多分カフェです。海のテラス席を作るために木を敷いていきます。島クリエイト中に住民が来ると縄張りバトルに発展しないかハラハラします。先に手を出すのは住民、そこに挑むのがメイシです。よくサッチは島クリエイト中に来るので私のこと好きすぎだろうと思いながら作業を進めます。テラス席への入り口のシェードの代わりに石造りのキッチンを置きます。キッチン部分が見えないように左右をシンプルなパネルで隠してガラス張りのドアを置きます。フェンスの代わりに手洗い場を置いてお店と馴染むように白色を後ろ向きに設置。シュフレラを撤去し島とネリコにチェンジ。お店のドアを照らすライトを置いてお店の外観の完成です。今時のお家風なモダンなお店ができました。他のアレンジ例は島クリエイトの最後に紹介しています。カントリーなローボードを置いてクッションを上に置いて背もたれにウッドパーテーションを置くことでベンチに見立てていきます。間が目立つところは手前に家具を置いて目隠し。このベンチ風のものを3つほど作ります。ベンチ風なので実際には座れません。クッションを置いたら座らせろと思ってしまいますね。真ん中に島とネリコを置いてウッドパーテーションで閉じます。対角線上にいろいろ置いてバランスを取りたかったのですが意外と通れなかったので紆余曲折ありこのレイアウトです。バランスの悪い空白が気になるので後で変えるかもしれません。VIP 席を作っていきます。ラタンのラグを置いてリゾートっぽく2組様のみのご案内となります。くっちゃ寝ができる席、それが VIP 席ですね。一日中くっちゃ寝してもよし、海に入ってもよし、日焼けしてもよし、お金さえ払えば手に入る幸せを味わえます。イケメン付きの VIP 席、ぜひご予約をお待ちしております。次はお店の屋上を作っていきます。屋上は道に面しているので屋上庭園を作ります。お店が白メインなのでお花も白メインです。スズランはシーズン1の時に咲いていたものですね。花の苗は後ろ向きが可愛いので後ろ向きにします。X のフォロワーさんに教えてもらった可愛いものですね。屋上庭園が出来上がり、これで岬のレイアウトは全て完成です。続いてこの後モダンな小さなお店のアレンジ例を紹介します。無難なお店の材料紹介です。左から横長の展示台白、シンプルなパネルライトグレー、白、ブラウン、石造りのキッチン白、手洗い場白、スタンド看板黒、シェフレラグレー、島とネリコグレー、アールな街灯黒です。シンプルなパネルのウッドのパネルの柄は横板張りになっています。作り方の詳細です。横長の展示台を後ろ向きにして6つ並べます。前の2つ以外は後ろ向きじゃなくても OK。縦に4つ並べても OK です。右側の展示台の前に横板張りのパネルを2枚。現代風なモダンな感じにするにはウッドは欠かせない要素ですね。その左側に入り口のドアをつけます。ここはブラウンのドアでもいいかもしれません。
木の板の前に島と練り粉を置いてパネルに影が落ちるようにします。木の影がおしゃれポイントですね。ドアの左にランプを置いていきます。お店の手前にこんなに縦幅がない方は島と練り粉の代わりにシェフレラを置きます。ランプの位置もずらした方がバランスがいいのでシェフレラの左に置きます。これだけだとまだお店っぽくないので続きを作っていきます。石造りのキッチンを展示台の左側の真ん中になるように置きます。正直欲しいのは上のフード部分だけなのでシンプルなパネルで両サイドを隠していきます。ツタの前デザインを今回は使っていますが、空きがない方はデフォルトのコンクリートがおすすめです。好みに合わせてお使いください。キッチンの前にガラスの前デザインでリメイクしたパネルを置きます。ガラスの代わりにドアの前デザインでもグッド。自分の島の雰囲気や手持ちの前デザインで変えるといいかと思います。正面のドアの横に手洗い場を後ろ向きにして2つ設置。箱が重なるような外観はよくあるおしゃれな家ですね。これで1つ目のパターンができました。縦にそれほどマス数が取れない方におすすめ。2つ目は先ほど作った島と練り粉のパターンですね。手洗い場を左に1マスずらし、空いたところを街灯を置きます。シェフレラの代わりに島と練り粉を置くだけアレンジ。何がパターンやってぐらいほぼ変わっていませんね。横幅と縦幅1マスずつ増えたのでちょっとだけ大きくなったくらいです。ついでに前デザインも敷いて雰囲気を出していきます。タイル系の前デザインやコンクリート系も敷いておけば大体合うのでそのあたりは敷きます。入り口近くに飛び石を敷いておけば入り口っぽさができるので何か敷いておきます。メニューも場所を変えてもいいかと思います。これをベースにして周りも作り込みます。こんな感じになりました。自宅横のカフェや美容院など用途はたくさん。島クリエイトの隙間埋めやお店作りにぜひお使いください。ちなみにレイアウトはこんな感じになっています。横長の展示台の後ろ側を縦に並べたパターンですね。まるっとこのまま全部真似しても OK です。美咲のモダンなお店はいかがだったでしょうか。小さいお店シリーズまたやってほしいと思った方はぜひいいねボタン、チャンネル登録、メンバー登録がまだの方はお願いいたします。 SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。The chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand